換して貨幣をバンカーに交換して儲けてきたっていうのがあるわけでしょ。でそれがこういかなくなって今度金融商品だけで動かしても儲けていく。いや金融なんて概念ないもん。金融のこれはもう僕スイス銀行をもう十何年前に紹介してたけど、こいつら金融って概念がないんだってことが。でももう上がってる。だからどんな儲けてない、儲けないもう成り行き任せやってるわけですよ。だから円高になってどうしたい、円安になって得したようなことを依存でやってるだけで、その金融を自分たちできちんとその計画内にプランニングに入れて運用するなんて発想は全くない。金融なんて意味ないです。でも利ザヤで溜め込むことはできるでしょ。でもそんな考えない。みんなだから自分たちで会社の中溜め込んでるだけじゃない。バカみたいな。日本だけでこんな金溜め込んでる企業。だから企業今すっごい金持ってる。何にもどうにもできない。まあもちろんだから金融緩和したって投資なんてしないと。投資なんて発想もなきゃいけない。もうね、信じがたいこと起きてる。ここまで出てもうバカとしか言わないんだけども、バカであるという認識ももうないだろうね。でもお金がでそれで要するに、貯めて増やそうという観念はもうなくなってる。開発するあれもない。自分たちの賃労働を遂行してるだけ。社長も役員。でその賃労働遂行は社会規範規則を要するに外れないようにするということしかしてない。それでちょこちょこ立ててるわけだ。自分たちでだから生活して食ってれば何の心配もない。確かにあれだけの金どう使い道もないしどっかへ、相場みたいなもんなんだから。いや今はあんまりこういうこと言いたくないんですけど、今僕がやってるのは金をあげるよっつってんのに金をもらえない。あげるって何？もらうよ。だから企業というのはお金はいらない。仕事が欲しい。しかもその仕事っていうのは既存の自分たちが作ってる商品を発注してもらうのを欲しい。で発注してる人間がお金を持ってるということを制度的に要求してくる。ところが発注してくる側はお金ないんですよ。例えばもうこうだろ復興のその場所で、ね、お金ないんだよ。でも住宅は必要だし、ね、そういうことがいろんな生活のあれが必要なのにお金を持ってないわけだから、こっちのお金を投資してこのお金でそれを供給してあげなさいって言ってるのはこれできない。こっちの人はお金持ってるんですよ。だからこのお金ないって言ってる。これが分かんないんだもん、あいつら。だから受注なんか来るわけないじゃん。だってお金ないんだから。だから作ってあげりゃいいでしょっつってのこれができない。それはできないね。作ってあげたってくれてやるんだっていうわけ。いや、そうなんだよ。お金が入るんだ。これが受注で発注したら100億円だとするでしょ。ここで投資したら1兆円入るんだよ。9000億円儲かるんだよ。そのこっちに投資はどこから来るわけ？世界で一回でも投資かなという。でこれを受注できないんだ。本当にねこいつらどこまでバカだからもう今。投資は来るけどそれをどうやって回収するわけですか？資本というのはね収益を求めない。これも僕は最近だってこっちが100億なんか来るでしょ。でそれに対して110億にして返さなきゃならないでしょ。返すですでこっちやったって向こうは払ってくんないんだから。そんなの商品世界の話。
だから100億円払ったらば100億円返ってくるとこんな商品交換の話、資本はそんなもん全く必要としない。でも100億が110億になることは資本は求めるでしょ。求めない、求めない。産業が相対として動くことを求めない。それはこんな収益になってそんなチャチいこと資本は求めてないということをこれも僕は最近知ってる。単純再生産でいいってこと？いや再生産もそうですよね。まさに当人的に使える人類のために。それでガラガラ動いてればそれでいいっていうこと？そのようなものとして実は産業社会の発展の初期段階があった。例えば冷静に考えてみる。神社たり神社で仏閣であれを作って収益上がる。あんなもん何体もになってあんなもん作って収益上がる。上がんないでしょ。ところがあれを作ることによっていろんな諸関係の関係が出来上がるでしょ。それが資本投下ですよ。そんなに全こんなバカどもは要するにこの建物でお金いくらかかるんだ。でそれでこれ建物作ってそれでレンタルで売却して収益いくらってこんなことしか考えてない。だからこの建物になっちゃう。じゃあ地域通貨みたいなのがいいのかい？いや、だから別に言わせると貨幣交換経済っていうのはもう本当に現実的に必要としなくなってくると思いますよ。それだって情報社会でもすでにそうなってきてるじゃない。電話でありますただじゃないスカイプなんで。でもあれはさこうやって動くことどっか広告とかなんかでさ電話会社とかそんな自由じゃないって今のどういう経済の時にそこで言えばいい。もう時間になりましたので一応一旦ここで。はいはいだけどね、左翼はここのところを本当に分かってないっていうのが大問題で、マルクスの経済学批判要項は書いてあるよ。そういうこと。資本のがそれが作詞の世界にロジックを展開しただけで、そのロジックの基本のパートになっているものはちゃんとそういうこと書いてあります。いやもう本当に俺の驚愕してるのこの間なんかあるはっきり言うけど大政建設の役にどめつけたの僕は。何考えてんだお前らバカ野郎。陰銀ぶりなんてじゃない。でもさ、なんでそうだよ僕は。その話は後にしましょう。でよろしくお願いします。なんかもうわけあるのが原料館のところでこの間母と母子関係のエディプス関係ですよね。だからいわゆる母親の心的態度が胎児に影響を与えるというそういう関係性があるだろうと。でそういったところでこのエディプスっていうのはほとんど吉野さんはただ家族的な関係っていうことを大雑把に言ってるだけでその意味で捉えていっていいと思うんですけどもそうしたところからその家族なら家族というものが持つ人類史的な概念と家庭という歴史的な概念これを混同して、このエディプスの批判をするようなドゥールズ語りのロジックじゃダメだというようなことをですねそういうようなことを言ってたと思います。で、いずれにしても胎児体験からその乳幼児体験の中で性格が形成されてくるそういう体内の生活の重要性を、この1と2で原料界の1と2で、やっていくと。で次に原料界の3も同じようなことをさらにこれはなんか早熟という形でいわゆるなんていうんですか知的な生成過程を一挙に胎児期にまで持ち込むということも
可能であるというということですね。でそれはさらにどういうことかというと、417ページの一番最後にありますけども、遺伝子的な差異を除けば性的な差異だとか性的な異常正常、それから盗作の問題、精神の異常正常をめぐる課題を体内の全エディプスの過程にまで拡張させたということが考えられるというようなことです。でその上で98番原料化以前の要因項の話になるわけですけど、今日はここと三木資料と、そこら辺で多分終わっちゃうんじゃないかと思いますので、そこでちょっと止めておきますけども、原料化以前のこの次の段階でじゃあ考えねばならないのは、その発達心理学がその身体の成長と心理的な振る舞いとの発達過程ですね。でこれをある意味で年齢的に叙述していると。で表になってますけれども、バーカース、エリクソンと村瀬さんとジャン・ピアゼとアンリ・ワロンというですね、いわゆる児童心理学、発達心理学の基本的なところですけども、その発達の過程を見ていくと、いわゆる一般的に大きな違いがあるというふうに見えないと。ただそこで非常に奇妙な時期が吉本さんは2つあるというんで、それは一つは0から1歳の乳児期と、それから5歳または6歳から10歳までの時期というですね、その児童期とその2つの奇妙な時期がある。でその0から1歳の乳児期というのは要するに栄養の補給がなければ 100% 死んでしまうという時期が人間には2年間もあって、その前半の1年は直立歩行も一般的には困難だというですね、そういう乳児期があるということですね。でそれから児童期は、これはちょうど学校制度と重なって非常に禁欲的な技術、知識、記述を学習するという時期がそこに重ねられていると。でこの2つのですね、どうしてこんなことになっているのかということであるんですけども、この2つの時期が文明の過程とともに、あるいは文明社会の発達とともに人為的に引き伸ばされていると。ですから乳児期の心的世界が、この乳児が乳児の中で母親との関係、母親の心的世界が転写される時期っていう言い方をしてますけど、この転写の時期が胎児の方に延長されるということが乳児期で起きる。ですから胎児期まで母親と子供の心的な転写の時期というふうに見なされるですね、そういう時期が乳児期に起きてきている。ですから体内の中でただ母親と共に育っていくというだけじゃなくて、母親の心的なものが転写されることが胎児期にまで拡張されてくるというこの時期ですね。それからもう一つは生徒が学習の二重性ということで、児童期の中でこの生徒学習の二重性というものがさらに、思春期、それから青年期、いわゆる小学校が中学校、高校、大学にまで延長されていく。でさらには職場もそうなり、余暇を取って再び学習と機会の中で老人も帰っていくみたいなですね、そういう拡張が起きている。文明の発達とともにそういう拡張が起きていると。ですからこの乳児期の胎児期への延長と児童期の思春期以降への延長ということが、いわゆる非常に徹底的な考察を必要としている時期のように思えるということを言っています。でこの2つの段階は424ページの上の段ですけども、この段階の延長の可能性というのは人間の本質的な可塑性に関わりがあるかもしれないということですね。
でそれからそういった心的な乳児のうちに転写されるような問題はいわゆる分裂病という問題にも引っかかってくるということ。それから一方児童期の拡張の方は性的な抑圧と禁欲的な学習というものとのですね関わりに引っかかってくると。これは自分でもあれなんですけども、ちょうど僕と吉本さんが対談をして学校の問題、教育の問題を取り上げたちょうどその後ぐらいにこれ確か書かれてるんですよね。ですから直接そこには触れてませんけど、非常にその本質的なところの問題としてたかだかそういう学校制度みたいなものは近々1、2世紀の間に風習となった制度の産物なのか、それとももっと根源的な問題があるのかというですね、そういうようなところを本質論からちゃんと徹底して考えなきゃダメだなというようなことをここで、言っています。でその上でですね、その原料会社の5で、要するに生理学的にその人の発達過程というものを見ていくと人が他の動物に比べて、非常に発達段階の成長速度が遅いということと、その長期間成長が持続するというですね、でこういう特性を持っている、これは一体どうしてなのかというふうに問いを立てています。で427ページの上段の方ですけども、真ん中辺に乳児期の全体にわたる長期間2年間、少なくとも完全に乳児期において実際上は完全に母親の哺乳と保育が必然な時期が存在する。そうすると社会の現在の水準にある母親の高度で複雑な心的世界の動きと節動をそっくり転写される高度に心的な時期を人の乳幼児は持つようになったというですね、いわゆる本質的な生命的な必然性とそこに歴史的な規制を帯びたことがそこに重なってきて、そこで一つの心的な大きな構成というものがそこに生み出されてきてるんじゃないかというようなことです。ですけどもこの問いが一体どっちがどっちいわゆる因果関係的にですねどっちがどっちだっていうふうに言えない非常に相互関係的な複雑なことにあってここをちゃんと解き明かさなければいけないだろうというようなことがここで問題設定にされています。で、いずれにしてもここで言えることは成長過程というものが非常に原料化以前と言われているその体内期、それから母親への依存、これ依存という言い方をしてはならないという言い方を確かしてましたけど、その母親の転写を受けるというですね、その関係性の中で、規定されてくる。しかもそれがある歴史の文明的な発展発達の段階の中に置かれてしまうというここのところをどうするかというですね、僕はいつも言ってる吉本さんの本質論というのは常に歴史論としての関係性を持っているということなんですけども、いわゆる非常に生命的原料界依然的な状態と歴史との関係を本質論としてどう掴んだらいいのかという問題設定をここでやってるというふうに思います。でそれをちょっと答えていく上で三木茂雄の胎児の議論を踏まえ、それから次の来妃の、文明過程としてのですねいわゆる中間段階といいますかその人間の性格
の過程の中で仮面をかぶり体裁を整え心の鎧で身を固め虚飾や虚礼を生み出さざるを得ないこういう中間層にいる人間の文明的な段階が非常に本質的だというですね、そこの2つの議論を重ねて次のアジア的なじゃないアフリカ的な段階といえる位置を設定していくという作業にここではなっていきます。で三木修行について、述べておきますと、もうこれはもう皆さんもほとんど三木修行かなりなさってるんであれですけど、要するに動物と植物との相互の関係性を三木が踏まえながらいわゆるその胎児として他の生物と比較されるべき段階、つまり生命体として、特に水生水の中に住んでいる状態から陸上に上がってくるという過程とですね、それを胎児が経ていくということと、もう一つは成熟時と比較されるべき時期としてその人間的なものをその体壁系と内臓系との間で、作り上げてくると。いわゆるその食の層と性の層という関係性の中で、人間が生命史的にっていうんですか、生態史的に構成されてくるその段階をミキを取り上げながら、フォローしていってるというようなところですね。でこの辺の問題がもう言うまでもない自己表出と指示表出という概念のもっと生命的根源をつかむという形になってきてる、そこに重なってくるという、言語論との接点を持つということと、それから僕のもう少し幻想論としていわゆる現世阻害的な幻想論と純粋阻害的な幻想論という形でのなんて言いますか、その幻想のですね構造的な関係ともこれ対応してくるというふうにちょっと考えていまして、いずれにしてもこの原料化以前というこの領域が、非常に心的生命的な本当に基盤となる考え方の非常に重要なポイントになってくるというようなことがちょっと位置づけとして、あります。でそんなところが今日のテーマのポイントになるところなんですけども、あとまた細かいことをちょこちょこあると思うんで。そうすると今日は101まで終わったということでよろしいですか？一応そうですね、101までの内容ですね。胎児期に転写される除雪ない胎児期に転写されるっていうのはだから母親の生命的なその食べ物を食べたり拒絶したりタバコを吸ったりとかっていうそういう形のことのプロセスとは別に母親がそこで心的にいろんなことを知ってると。それがその母親が胎児とは関係なく心的に僕の言い方だと心的に領有するものを領有ってどういう字ですか？僕は常にこう領有っていう概念を使うんですけど、つまりそれが母親がそこにこう身につけたものが胎児の側に転写されていくっていう。だから例えば母親が、
そのインターネットでやってるようなことの、に起きてる心的なものがそれは胎児とは関係ないんだけど、それが転写されて胎児の方に影響を与えるというようなことが文明発達段階の中で起きてきてるよ。文明発達とは関係あるわけ。文明の発達として起きてる。もっとその発達以前でも、要するにこの中で何ヶ月かぐらいから当然そういうある神経回路が動いてるわけだから、そういうところで共有していくっていう話ですか。その転写っていうことは。だから転写っていうのは別な言い方すると胎児の生命的な成長とは関わりなく、母親が母親としてある歴史状況の中にいると、そこで受けた心的なものが胎児の側に投影されるという、転写されるだからそれはだって胎児が母親の体内でだんだん自己形成していくわけですよね。大きくなっていくんだから。でその間には血流なり何なりという形で関係してるわけでしょ。でそういうことを通して転写が起こっていや、実じゃなくて心的に起きると。だから胎児が生命的にこう成長していくわけじゃないですか。でその生命的な成長の中にその母親のその心身の状態がある意味で同時にこう動いてるっていうのが最初のあれだったわけでしょ。でそれに対してこの母親はこの生命過程とは全く別に心的にいろんなものを吸収してるわけです。でこれがこの心的なものに作用すると。そういう関係性が起きてきてるだろうということです。だけどそれはだってさ、これが転写。いや、その転写が、だから、現了解の1と2のところで言ってたのは、胎児と乳児の関係でいうと、乳児になった時の方が母親のその転写っていうのは圧倒的にそこから始まる。胎児はある意味その転写っていうのは基本的に、相対的に守られてるんだけども、ただその乳児のところで転写されるっていうのを人為的に胎児まで、転写をその戻してやることができるっていうことが出てきてるんだと思うんですね。ここの1、2の前のところは、胎児っていう時はそんな転写っていうよりもなくて、生まれてきたら、母親が子供をいじめたらね、それが転写されるじゃないですか。あるいは、大事にされた愛情深く感じたり、いろんなことを文明全体を、胎児に与えることができるじゃないですか、絶対的に。でそれが、乳児の時にそれがやれるっていうのがまず前提にあって、胎児っていうのはその母親の影響っていうのは相対的に守られてるっていうのが1、2の内容だと思うんですね。ただ、現実には今のアメリカの話を見ても分かるように、その、乳児の時に母親が、子供に与える影響を胎児まで遡って与えることができるんだっていう文脈だと思う。でも遡れるっていうことは、例えば母親が非常に神経質だったりね、とかありますよね。そのもとにいろんな刺激に対して非常に起伏が激しい。でそれは当然こっちは母親の心身の経過の時に同時につまり全く無限に中にお腹にいるんじゃなくて、一つの血流関係の中でありますよね。でそれを媒介にしていくっていう、つまり転写っていうのはそういう有物論的に言えばそうしかありえないでしょ。なんだろう、例えば神経質とかね、そういうのが例えば、体内で胎児を受けます。神経質って神経質って今言われたら、影響を受けますよね。母親の状況が子供に影響を与えますよね。だけどこの3、4で語ってるのはもっとその、文字を覚えさせたりとか音楽を覚えさせたりとか、そこまで転写できるんだっていう胎児に対してコントロールできるんだっていうことを言ってるんじゃないですか。だから英才教育も可能だ。そうだから英才教育っていうのはさ、ピアノガーッと聴かすでしょ。でそれをもちろん母親が弾くんだけど、その音そのものは胎児も聴いてて、だから絶対音感とかなんかがさ、の準備ができちゃうとかいうのは、だってそれ物理生物的な話でしょ。それで
生まれてきた後はもう、強制的に母親が子供に対してできるじゃないですか。だけど胎児の時は自然の中でそういうことが起きてるんだけど、もっとこう影響力を与えていくことができるんだ。乳児の時と同じように胎児に対してももっとさらに有物論的に言うと、何をもって、それが媒介されて胎児に移せるわけ。だからそこのところはここで言ってるどっちが因果関係かみたいなね、っていうような問題は要するにありますよってことを言ってるじゃん。だから要するにどっちが先でどっちが後かっていう、そういうことじゃなくて、そういう関係性に入るということ。だから因果関係で言ってるんじゃなくて、母親の心身のありようというものと、胎児の心身のありよう形成が、何をもって当然だって影響してるっていうのは分かるわけ、結果から見れば。結果から見ればね、胎児の中に親の状態っていうのはね、でもそれを媒介してるのはやっぱり子どもの神経回路の成長過程があるわけであって、それは自然な感じですよね。それでここで問題にしてるのは、もっとさらに意識的に操作できるっていう、乳児と同じように乳児に対して母親が圧倒的な影響力を与える。じゃあその意識的っていうのは、例えば音感教育とかなんかはありそうって思うわけ、でそれと違うんだ。例えばどういうこと？この何でしたっけ、天才教育みたいなことができるよっていう、やろうとすれば文字を覚え8ヶ月目にアルファベットが分かるようになるとか、現業界以前の3のところで、ごめんなさい、これは生語か。ごめんなさい、すみません。アルファベット。いや、それはね、ここに書いてます。現業界以前の3のですね、ページで言うと417ページ。417ページの上の欄に一応事例が出れています。全部で6つ。胎児学習のプランでしょこれ。そういうことができるっていう。でどうやってそれ調べたわけ？調べられないんですよ。ちょっと議論がね、少し解読の仕方として別の方向っていう間違った方向に行ってるので少し訂正したいんですけどね、この原料界以前の3の部分っていうのはどういうような読解の構造になっているかってことを示した上で、間違った方向に行かないようにしてほしいんだけど、この原料界以前3というのは415ページの上段に述べているように、まずジェッコ・スデピックの胎児はみんな天才だっていうテキストについての吉本の解釈を述べている。ですか？吉本の解釈、したがって実証的ななどの研究に関してはジャック・ステッティクにこの胎児はみんな天才だっていう著作に依存している。それ以上の訴求はできない。ジャスティックなんとかっていうやつは実証してんのかよ。いやだからそれは別の問題だ。これは実施したんだよ、この人。どうやって実証する？自分でこれ職人をやってるじゃん。言葉を喋った段階から。胎児が喋るんだ。超成熟の4人の子供に適応してやってる。議論はそういう方向に持ってちゃいけないわけ、山さんのように。少なくともここで胎児みんな天才著作があって、それに依拠して吉本が解釈してるわけだから、その吉本の解釈について吟味するという方向でやってほしい。胎児みんな天才だ著作の妥当性に関する吟味は我々のことはできないよ。不可能だ。だからそれがなければ吉本が言ってること自身がさ、単にそれに乗っかって言ってるだけだっていう話以上にはなりくない。もちろんだから神経現象論ってそうなの？乗っかってしか言ってない。その乗っかり方が、妥当かどうかっていうのを検討しなきゃしょうがないでしょ。全然インチキの本に乗っかってたって意味ないんだから。いや、そういうことじゃなくて、要するにここの一番大事なポイントは、その胎児という領域に心的な形での関わりがあるよと。ね、その関わりのありようは母親との関係性の中が非常に大きいよと。それでそこは非常に
その心的な関わりは実は生命的なその発展プロセスとね、そんなにそこをきたさないということです。だからそういうことはバクとしては言えるでしょう。それバクとしては理解できるけれど、ではじゃあそれを、単なる漠然の観念ではなくて、確かにそうだよねと言うためには一つの事例が必要なわけですよ。でそれのためにそのなんとかっていう人の実証を使うのはいいけれど、でじゃあその使ってるものが妥当な使い方になってるかどうかっていうのを見なければさ意味がないでしょ。いやだから見なければ意味がないっていうふうに心理学環境の人間を言うから吉本の心的現象を無視するだけなんです。説得力がねえこんなの意味がないってなっちゃう。そこは山田さん言い過ぎだと思うけど、問題をもっと残して、山田さんのそのね、反応の仕方っていうのは妥当じゃない。解釈の仕方として、もしね、いいですか、もし、依拠している文献に関する吟味をするんだったらですよ、具体的に言えば、この大社が天才だっていう、著作自身の妥当性に関する吟味は、反証的な文献を提示して吟味するじゃないですよ。我々はそうはできない、ここでは。いや他の心理学のあれいろんなのもなんかあちゃこちゃ探してきて持ってくれ反証例はいくらでも出ると思う。でもね、分かるのは、これずっとそうなんだけど、前も議論したんだけど、ここで、この原了解以前をやるときに、全エディプスとかエディプスっていうね、人のとこから持ってきてこう話をしてるでしょ。で、そのここで何を議論したかっていうと、吉本が自分の追幻想っていうね、あれで書くと、もっとはっきり分かるのに、ここで吉本がやってるのは、人の話を持ってきて、自分の議論をあたかもこう皮膚的に並べていってるんですね。だからそれは、言われるように吉本が吉本の議論をするのが一番分かりやすいんだけども、心的現象論そのものはそういう構成で書いてないっていうか、だから人のいろいろ言ったのを持ってくるのはいいと思うわけ。この人はこんな言ってるやつさ。でもそれが、だから誰でもそれはそうだよねと思う話ならね、そんなだからここはすごくさ大体疑われるところの話ですよ。この胎児のなんとかっていうのはさっきおっしゃったように心理学相手になってこんなの分かりもしないこと言ったって意味がねえだろう。でもあえて言うためにはこういうのを言ってるじゃないかとかね。だからこういうのを言ってるじゃないかっていうこと自身の発想自身が吉本の発想自身がやっぱり実証的に言おうとするからこういうの持ってくるわけでしょ。天才は子供は天才だと。そうですね。実証的というのは自分の思想的な了解でぶれないものを持ってきてる。僕だってそうするよ。で文句あれ勝手にやってるよってだって文句あれかそんな話から持ってくる必要なくてさ「タイじゃ映ってんだよ」って言ってそれで終わりにだって誰もそんなことは思わない出そうから勝手にやってる。いやそうじゃなくてね、これは心理現象論の吉本さんのある意味での非常に禁欲的手法です。前の共同幻想論や心的言語に比べてね、心的現象論は非常に禁欲的に他の事例なりその他の研究成果なりを踏まえながらそれをセレクトしながらやってます。だから吉本さん的に言えばもう思想的裁断としてスパッと言えばいい話です。でもそれは心的現象論で彼はそういう手法が取ってない。であればね、なんでそれが転写するのっていうことを、言えんのっていうことを、疑問に出すことは全然おかしくない。おかしくないがそれを成功するためにはこの大蛇の天才著作についての妥当性に関して暗証事例を出してこの著作を違反して別の研究を出すじゃないんですよ。それが実際行うこと。それしかやりようがないんです。暗証事例出しますよ。あなたのように疑問を出すことはできるがそれに対する回答は今の今しかないんですよ。したがってあなたの疑問は確かに出せるがここでは取り扱うことはできないということです。したがってそこで止めてほしい。そこの議論に対しては。木方さんは
あり方論しか言わないからさなんとも思いますもしそれができないんだだから本当だけどそれ言ってもしょうがないよ。だから要するに吉本さんはここでつまり言論改善で何をしようとしてたのかね。それを僕は一番大事だと思うのはやっぱりそのいわゆる現世阻害人生阻害ということに対応する生命的な形でのプロセスと歴史的な関係性を本質論としてどう抑えるかということの原型がここにあるんですよ。そこをちゃんとつかむということが言論改善の非常に大事なポイントなんです。でそれがつかめればいい。でもほとんど疑問として問題として定義するところで終わってるけどね結論的にこうだと言ってないけどね。で例えばその今さっきのその成長期へのなんだっけ児童期の人間の過程こんなの学校教育論の中でも山のように出てくるからね。そのこの制度の産物なのかそのなんていうんですかその学習と禁欲との関係のみんなのもう山のように膨大な実証研究と理論研究とか出てるわけでその結論で僕が選択したのは単なるこんな1、2世紀の間の出来事しかないでです。その辺は分かるよ。だってそういういろんな実証的なんとかっていうのが、あるしでその自分の感覚の経験の中でもそれから確かにそうだよね。だからそれを踏まえて吉本氏がその1、2年とかさじゃないその1、2世紀かしでそういう中での話とかそういう形で歴史とつなげるっていうのはだからそうだよねって、だけどさっきのことそうじゃないって。いやだからその体内のことに関しては吉本さんはむしろこうしたる人よりも三木茂雄のこのプロセスの方に一挙してると思う。次の言論改善の6の方。そこへの導入的な問題設定として海外のこういう例を出してきただけで、一番大きなポイントはやっぱり三木茂雄のこの胎児の生成過程だと思います。三木茂雄のこれ英訳されてるんですかね。これ英訳されたら大変なことになると思う。でさらにこのピアジェとワロンなんてこんな自動心理学で言えばもう全くピアジェワロン論争って自動心理学ではこんな同列化は扱えないですよ。あともう一個分裂病ってなんかちらっとおっしゃいましたよね。ちらっと出てきますね。どこでおっしゃいました？いやこれはちらっと分裂病はそこのとこ引っかかるってことを言ってるだけで。どこが引っかかる？どう引っかかる？424ページ。人だけが分裂病に典型的に象徴されるような心的な病を持たねばならないんだろうか。そこはこの2年間の要保護期に対応する問題としてあるんじゃないだろうか。そういうことです。なんでそういうふうに言ったんですか？でそれを吉本さんのそういう理解で分裂病です。だからその中身はここでは述べてない。もっと前半の方でやった。了解の関係論と分裂病はどこだったっけな。了解忘れちゃった。了解論だっけ詳しくやってる。以前の臨床心理士のそうそうだからね分裂病ってどういうあれかというと、その革新的な症状っていうのは迫害妄想なんですね。で、警察官が、電話をしてるのは俺をつけまとってるとか、というその世界が自分を監視してるみたいになるんですが、それは母親が、乳児に対して、
世界は怖いっていうね働きかけをすると、それは、その子の中の、関係の持ち方として、そういうことにつながるっていう意味じゃないかなと思うんですけどね。その乳児期の母親の関わりっていうのはそのくらい重要なんだっていうことをどっかで、表にしてたと思うんですよね。母親がこんな、あれどこだったかな、心的現象論の中に母親がこういう、乳児に関わり方した時に、例えば今言ったのは母親が、乳児に対して迫害的に、接した時なんですが、吉本さんはその他にも例えば表はいい子いい子ねって愛してるよと言いながら心の中で冷ややかに扱ってると、それも、乳児に転写されるっていういくつかのパターンの一つが分裂病だっていう、そういうあれだと思います。でそれは迫害してるとね、それがすごく強い場合に分裂病になるわけ、統合失調症それは人によって違う、人によって違う。だからね、そこは難しいですけど、ここの段階ではまだ原了解ですから、対幻想と共同幻想と個人幻想が、未分化なんですね。それで母親は世界であり母であり、それで自分でもあるみたいな乳児の中で、その人がどういう関係性を、乳児に持つか、それによって、乳児はいろんなそのリスクっていうかメンタルな、あれなんて言ったかね、その、外的ストレスがかかった時の弱さみたいなことにつながっていくよっていう、そういうことだと思います。それはまあそこで受けるでしょう、受ける他で受けようがなければそこである、そういう程度においては、いやそれが圧倒的にやっぱり大きいよっていうのが吉本さんの最初の母子関係ってすごい、重要だよっていうのは、出てたと思いますよ。その件でさんのちょっと確認なんですけど、解釈に関して今の点についてその母子関係に関してページで言うと議論になっている原料改善3の417ページの下段です。ここの、解釈問題を母子関係に即して伺いたいんです。2行目ですね、まずね。読んでから。下段の2行目、3行目です。ただ私たちが注目しなければならないのは、この著者の情熱と学習の多次元の意識的な集中が人間の知的な生成の過程を一挙に大知期にまで持ち込んだという点にあると思われる。417ページからなんです。これは T バイの著書が父親と母親と子供の実三角形の問題を、一挙に母親の体内における母子関係に持ち込むことで欲望、性、愛情、エロスにまつわる正常と需要の問題、精神についての病理現象の問題を体内関係の真と正義の複合の問題に持ち込んだのとないであると言ったと思います。ここで解釈問題ですけど、ここ解釈問題は何かというと、父親と母親と子供の三角形の問題を、母親の体内における母子関係に持ち込むということで、それを受けた上で次のページ4で質問します。次の段落4ですね。このことは認識の問題として言えば、性の差異を受精における遺伝子的な配置という起源の問題まで走行させ、その後体内過程の全てを、母子の間の全エジプスの複合の問題にさせると意味している。遺伝子的な差異を除けば、性的な差異、性的な正常、異常、盗作の問題、精神の異常と正常をめぐる課題を体内の全エジプスの過程まで拡張することができるとなっているんですが、ここの全エジプスの複合の問題というのは、これは正しくは単に母子の間の関係の問題でいいですよね。ですよね。わざわざ全エジプスの複合というような持ち込みしてないですよね。まあでもずっとそういう言い方ですよね。だからエジプスっていう概念に関して吉見さん全然丁寧じゃない。で
というのはそこらのその精神分析的な問題で僕一番大事だと思ってるのはラカンとメラニンでしたっけ、メラニン・クライン、との関係の違いの問題としてね、ちゃんと心理学的にはきちんと理論的には考えなきゃいけないっていうのはありますけどね。それからさっきのいいです、山田さんが言われたことと、それから、今木場さんが読んだところにね関することがね、我々が、今後ろやってるんで今見つけました。397ページ397ページの、後ろから2行目読みますね。私たちは千差万別の母親の授乳と、これは、だから、胎児期まで移っていってない乳児との母親との関係、私たちは千差万別の母親の授乳と乳児への接触の態度を想定することができる。そしてこのそれぞれの異なった母親の演ずる万華鏡のようなドラマの演技は乳児の中に千差万別な境界線を生み出していく。この境界線はある一つの意味を持った限界線を指している。今挙げた例1の場合、乳児は長じて全アドレッセンス期に入った時、女性嫌悪と母性気球の二重化された成功と、もし境界線が越えられたとすれば、この二重の成功が同時に出現するような世界と自己との、擁有状態の挙動を示すことになるだろう。例2の場合は、乳児が受け取る心的な層は複雑な二律背反や面従腹背や自己束縛に自分を引き込んだ上での反抗やといった複雑な心の振る舞い方を受け取るだろう。そしてこの場合は固有なという形でここにそれでこれが、ここは乳児と母親の関係を言ってるけれども、胎児までそれは、そのことが適用されていくんだよっていう文脈だと思いますけど。胎児まで影響を与えることができる。乳児と母親との関係ですよね。その胎児まで、その母親、つまりこれは母親の乳児の扱い方ですよね。いい扱い、で胎児の場合は、まあ、お腹の中にいるわけだからね、扱ってるわけじゃないし、まだ憎んでるわけでも多分意識的にはないんだけれど、もちろん子供が産みたくないのにできちゃったっていう時であればね、そういう憎みもあるかもしれないけど、そういう関係が、胎児へ転写できる。転写とか、自然に思っててもそれはあそこ入るし、それから、あんたなんか生まれてくるなみたいなメッセージを入れれば、胎児のところから入れることができるっていうふうに吉本さんは考えてる。そうだから、この子なんか産みたくないのにと思いながら、でもだんだん、育ってくるとね、最初は産みたくなくてもだんだん大きくなってくるとさ、やっぱし産みたくなるみたいな、その複雑な心理化ってありますよね、母親の中にね。でそういうのがそのままあるか、そういう胎児と母親の関係が胎児の精神形成に色合いを与えていくだろうって重大な意味を与える、それはすごく説得力があると思う、そういうことはね。だけどそれとさ、天才になるとかさ、別だよ。だからその影響の与え方がいろいろあるよっていう意味で取ればいいんじゃないですか。転写可能な関係性があるっていうことだな。だからそれならわかるよ。だけど英才攻撃もできるとか言ったらさ、アホかと。だって母親と胎児の関係に関してはね、すごくあると思うよ。でもこの子はアインシュタインになりたい、物理学ができるようになりたいねっていくら思ってもさ、それまで準備できるなんていうのはさ、いや、それにふさわしい状態をきちんと学習過程の中できちんと組み込めば不可能だっていうことではないと思いますけど、ちゃんとしたそのアインシュタイン的思考形態のあれをきちんと解明して、それをそのままプログラム化してやれば。だから小学生で、大学行くとかね、そういった子を作るってことは、可能なんだけど、ただ一方で吉本さんどこで言ってたけど、そのことが、
そうやって早く育成したことがね、その子にとって本当に最終的にいいかどうか。いや胎児だよ。胎児の段階でだよ。だから論理思考を一生懸命さ、身につけされていやじゃなくてね、もっと生命的にね、ある生命体が要するに阻害されて出てくるときに、その生命体はあらゆる全領域の可能性を負ってるっていうふうに考えるべきなんですよ。だから全ての可能性を用いてるんだよ。ね。それに対してそれをそうではないように制限しながら阻害していって限定づけていって生命体が生み出されてくるんですよ。だからそれだけの可能性を持った時にそれは要するに可能性が全部の領域に開かれるわけだから、逆に言えば死ぬということまで含めて開かれるわけだからね。それは要するにアインシュタイン的なもしだよ例えば勝手なこと言うけども、アインシュタイン的な能力を受けた瞬間生まれて1歳か2歳死んじゃうかもしれない。それは分からないです。だからそういうさバクとした言い方なのかすごくそうだよねって言えるわけだけど、具体的にさ具体的なのはこの人の実例の本であったからだけの話。言い出すとそれはもうあれだよさ、古代もそうだよ。なんだそんなことないよ。この人のこの子供4人の話でしかないよ。こんなの普遍化できるような話じゃないですよ。この作者の子供の4人の子供の話。だからそれを使えるなというふうに思ったそのバックとした話ではよくわかるよ。でもそういうのを事例として持ってきてあたかも説得力があるように考える吉本さんは何を考えてる人かねと僕は思うっていうことなんです。だから言いよう方たち違ってるだけの話じゃない。ただそういう批判だったら別に吉本さんが大体したメールの話であって結局それはもう分かりきってることなんで、やっぱりなんかその中で何を吉本さんがなんかいいことを言ってるかなっていうのを拾っていくしかない初めからそういうもんじゃないですか、吉本さんの世界。何を選択したか、ね、その選択の中にも思想的理論的選択ってあるんですよ、規制線の中で。ね、それは別にそれでこの吉本のその選択は要するに恣意的だって言うんならそれは恣意的だって言えばいいだけのことで、別に大した問題じゃない。もうちょっと吉本さんはいいなと僕は思ってんだよ。いやね、いやだからこの心的現象における吉本さんのセレクトっていうのはこれかなりな吉本手法論が見えないあれがあると思いますよ。ほとんど引用でやってるんだ。だからものすごく筋肉的作業だからもう彼もここから先もいいっつってだから完結してないんで完結させるんですけど、いやもういい完結してるんだから言いたいことは言ったっていうことでよろしいですかね。次の4のところのですね、解釈のところで確認ですね、したいんですけども、4の一番最初の部分の418ページの下段ですけど、ここでその人間の心的な発達にとって奇妙となる時期っていうのを出して2つあるというわけですよね。一つは0歳から1歳の乳児期、もう一つは児童期と呼ばれている5歳また6歳から10歳までの時期で、それを受けた上で奇妙な理由というのを一応整理した上で419ページの下段で奇妙な発達の時期に共通していることを述べているわけですよね。ちょっと読みます。奇妙な発達の時期に共通していることは一つだけ見つかる。この2つの時期が文明社会になったとともに人為的に引き伸ばされる可能性を持っていることだと述べて、それで乳児期と児童期を出すわけですけど、先ほどの議論との関係で言えば乳児期に限定しているのですが、ちょっと読みますね。乳児期を母親の抱く、授乳する、排泄の始末をするという栄養補給と心的な親愛感と保育操作の授受作用によって母親の心的世界を乳児に完全転写する時期と考えれば、この転写の時期は文明社会になった後に胎児期の方に人為的に延長される。これは前に私たちが考察したように胎生1ヶ月の胎児期まで
人為的に延長することができるし、現に少しずつ大時期を母親と子供の心的な転写の時期とみなす考え方が現れつつあると言ってよいと述べたんですけど、確認ですが、延長の時期というのは大体1ヶ月までですよね。もうそれ以上遡れないってことですよね。そうですね。ですからこれは理論的な限界ってことですね。ここではそうですね、ただその前でなんか死後の世界とか使ってる、でもそれでもまだ入ってないですけど、別のところではそこがなんか宗教のポイントだみたいなこと言ってますよね。なんかそれよりもっと遡れれば宗教の問題になるみたいな。片っぽは宗教の問題になり、片っぽは遺伝子の問題になっていっちゃう。ですね。とすると、この大数1ヶ月というのは一つの分岐点で、ここまでは理論的に科学的に、まあ、一応科学ということは使いますが、人間の身体業種に関する考察は可能だということですよね。哲学的に可能だっていうのは変だね。だからこれがなんだっけ、あっちの三木茂雄で言うと睡眠状態なんだよね。で受胎後3週目、妊娠4週の終わりぐらいで神経系が発育し始めるんだよね。三木茂雄というとそこら辺の基準だと思いますけどね。今言われたら438ページの表ですよね。4週目っていうことですね。脊椎動物らしくなってきたところからまではから心的現象は、でも遺伝子操作って形になってくればできちゃうわけですね。それからこの遺伝子まで拡張されているのかよ。だってもう現に起きてるじゃん。いや母親の投影がだよ。と思いますよ。哲学的にそういう遺伝子に関してモーツァルトの気がする。でもなんかよく知らないですけど、例えば精子バンクでオリンピック選手とか数学者の人の遺伝子だと大体そういうふうな子供が早熟でもうそういうふうになってるっていうのをよくテレビで NHK とかで前やって何回か見たことあるけど、それはオリンピック選手の遺伝子でしょ。オリンピック選手の遺伝子とかでオリンピック選手の遺伝子じゃなくても、それだけの能力を母親が、何らか思い詰めれば転写されていくであろうっていう話なんだから。遺伝子の伝達じゃないですよね。だからそれはだからそれだと。そんな遺伝子関係の本でも読んだよ。もうアホみたいな話からもなんか変わってきないけど、もうバーッしたどうとでもないっていう感じじゃない。いや別な言い方すると、僕はポール・ラビノってフークやってる彼が言われてるのはゲノム、ね、遺伝子ゲノム関係で日本は最先端を言ってる。その調査をなんでお前たちはきちんとやらないのかって僕は怒られた。その調査、リサーチをきちんと、そこにもう人間の把握の仕方、人類の把握の仕方、生命の把握の仕方の根源的な転換は日本が起こしていると世界に対して。今回福島の山下さん教授が喜んだのも、甲状腺の遺伝子が壊れて甲状腺ができる基準がこれでデータが世界で一番初めに取れるっていうんで、福島は世界に冠たるっていうふうな感じで喜んだっていう、やっぱ人間の向けたみたいなプランで考えてるみたいなんですけど、しかも被爆を受けたんだから余計だよ。被爆された患者の調べればデータが大量に集まるって、甲状腺がんに至るプロセスの遺伝子が壊されて甲状腺がんになるまでのプロセスの基準が分かる。うまく日本がもう僕知らないけども最先端なんだってすさまじいもんだってアメリカの日じゃないって。それは科学医学者の仕事じゃなくて哲学者がやるべきだっていう。そうだから彼はもう人類学者だから人類学者としてやるけど、人類概念がもう変わってきてる。それをこうどう解釈していくかっていうことだから生命とは何か、人間とは何か、人類とは何かということを世界において科学的根本的に要するに覆して日本がやっていくことだ。遺伝子の問題でそれが覆されていくっていう。そうでその研究が一番進んでるっていう。
植物知らない iHP 細胞とかなんかをいかに鉄があんなの一部ですよ。そういう野心からすると、その山下さんがなんか福島世界で簡単な名前になるってなんか一体なんか野心野望っていうか、そういうなんか言い方も分かるような気がする。要するにそれね、次2番目にその自動機に関する拡張の問題なんですけど、はい。ここでちょっと読んでまた質問ですが、419ページの課題の一番最後の部分です。自動機を子どもの技術的な性の発言力を抑圧して技術、知識、技術などを禁欲的に学習する時期とみなせば、この時期の持つ性と学習の二重性とその二重性がいつも順差される状態は文明社会の発達とともに人工的に延長される可能性を持っているということで、ここでやっぱり自動機の延長可能性というのを述べてるんですが、ここで見た限りではその時期は規定しませんよね、つまりっていうことに関しては明確には、つまりどこまでその自動機が延長されるのかっていうその時期に関しては明確に提案してませんよね。でもその後で思春期、青年期まで延長すると、さらに職場に通い学習制度と機関の中に帰っていくっていう、これ老人の域まで行ってると思いますけどね。でまあ一応その明確に否定してないところの確認で、その後にもう一回424ページ上段なんですけど、ここでその人間の本質に関する議論がちょっと読んで今確認ですけど、2段目、乳児期の胎児期への延長と児童期の思春期以降への延長は私たちが徹底的に考察を必要としている時期だと思える。私たちはそれを文明社会の発達と関連づけながら取り上げてきたが、もしかするとこの2つの時期に象徴される段階の延長の可能性は人間の本質的な可塑性に関わりがあるかもしれないんだと述べているので、確認ですけど、ということはこれあれですね、結論の強い言い方をすれば人間の本質の変更可能性まだ含んでるんだと読んでいいですよね。いや、僕はそう思わない。そう思わない。では、じゃあ質問を少し変えて、本質の変更可能性ではなくて、人間の本質を前提した、人間というものの存在の本質を前提した上で、人間の変更可能性、一応変更ということは使いますが、そういうふうに考えるということですね。なんなん学校教育の中でどんどんバカになっていく。可塑的可能性としてそこは開かれない。ここでいう本質的な可塑性って、ここの可塑性ってどういう意味なの？要するに、今彼が言ってるの僕は変更可能性のあれだと思いますけど、だから吉野さんのお決まりの人類史的自然過程の可能性が開けていくっていう最も間違った考え方で、間違った考えなんですよ。だって近代の二元論に立脚してしか言ってない。近代の何？二元論。これと関係するかどうかわかんないですけど、今、心理学で、昔青年期って言ったら20から25ぐらいです。今、青年期って言ったら35から40なんですよね。まで青年期なんで。そんなに上がってんだ。要するに制度生産としては完全に逆生産になって幼児化していくんですよ、どんどん。でそのことはもう実証的に教育の批判過程の中でもやめないんですよ、データ的にも理論的にも。それがない可塑性。可塑性だから、それは可塑性って吉見さんがこの可塑性って言った時、ある種の可能性的なものとして言ってるじゃないですか。全然そうはならないですよ。もうある発達かって言ったらいいけど、もう絶対に逆生産かって入る。今ね、人間の寿命が伸びてるでしょ。それでその医学っていうこともあるかもわかんないけど、100歳超える人がボンボン出てきましたよね。でもそれ関係ない。死ぬ人もどんどん増えてる。だからなると。むしろだって明治の頃の人が長寿だって言われてる。ああ、そう。ちょっと現代人どんどん死んでちょっと確認ですけど、山本さんの評価付けると別にしてですね、ここで述べてることはの確認なんですけど、人間の本質というもののそれを前提した上で、人間がいわば
変わり得るという述べているというふうに解釈するのか、それとも人間の本質が変わるのかっていうどちらで読んでますか。もう一回言って。人間の本質的な可塑性っていうのを2つ解釈できるんですが、1つは人間の本質が変わっていくというふうに解釈するか、もう1つは人間の本質は変わらないがその中で変わっていく、変化していく、後者。なんで後者って言えるの？この可塑性って後者ってこいや、人間の本質的な可能性というごくをどう解釈するかという質問でした。この言葉の使い方だとそこだからそれがね非常に生命本質的なものと歴史規定性というのが問題なのよ。ね、だからすごくちょっと歪小な言い方するけど、人間の指がこう5本あってこういうさ基本的な本質は変わんないよ。だけどこの手の大きさが大きくなったり小さくなったりとか、この指紋が変わったりとか、そういうことは変わってきます。だけどこれのこの手の指が6本になったりとかっていうのはその奇形的状況があるにしても、これが要するにそのなんていうの根源的に変形するってことはありえない。そういう生命的な規定性の自然規定性っていうのは僕は基本的に変わらない。それを本質と置いてる。それを本質と置いてる。でそれを僕は吉本さんは解明していった人だっていうふうに見てる。長くなったりなんとか短くなったりっていうふうなことが人間の本質的な可塑性に関わりいやそうじゃなくてね、これもうこの時にね、僕と吉本さんともう一人バカあいつ名前の忘れした評論家の芹芹沢じゃない、沢3人でやってる違う僕の本めちゃくちゃに批判した人の名前忘れた。小浜敏郎のその教育をめぐるね、あれで要するに小浜敏郎は塾の教師なんですよ。で僕は大学の教師なの。そうすると明らかにその塾教師としてのコンプレックスの裏返しのスタリニズム的発想ってのが出てくるんだよ。典型的に出てくる、ね、でそれは要するに教育を否定はしないんですよ。で僕は教育否定でも徹底したから、ね、その時吉本さんはその狭間に入ったんです。でその時吉本さんの選択の僕は逆に思想的選択の見事さだと思ったけど、食えない評論家の立場をここに立つ。これ見事ですよ。その間僕と吉本さんとの交流一時途絶えてるんです。もうそれはもうすごい拒絶してバーン。教育を否定することは僕はしないって感じできて、でもそれがだんだん軟化していって、要するにその制度の問題は制度の問題じゃなくて本質の問題に引っかかってくるんだっていうことでだんだんまた会話が始まった。で最終的にこういう言い方になっちゃうけども、僕と吉本さんとの会話の方がずっと続く。大元の会話が続かない。でこれはもう単純ですよ。もうこれはもうね、理論的思想的に立場、教育を否定するか肯定するかってもうはっきりしてる。僕の場合はもう完全に否定だから。それと食えない評論家の立場となるわけ？そういうふうに立場を通るんですよ、吉本さん。だって僕はだってもう正規に勤労働者という給与もらってんだもん。片一方塾の教師で生活が危ないもん。その時彼はそっちの味方に立ちます。そっちの味方に立つってことね。それはもう思想的選択。でも理論的思想的な思想家としての生き方の選択。でも理論的思想的な次元でそれやっぱり選べない。だんだん否定ということで。だって教育というもののだからその根拠を僕は本質論から考えるから、それは吉本さんとの会話に入ってくるんですよ。制度の現象としてやってない。だって本当に子供っていうのを教えれば教えるほどバカになるんだ。ほっとけば優秀なんだ。そんなこと経験実証的に全部出てるのデータでもう明らかに出る。だってね、いや子供が持つ可能性ってすごいもんですよ。ね、それを全部この禁欲とこの学習のあれの世界で全部狭めてくる。でもラッセルはそうやって育って自分の学校もされちゃったよ、子供に。何にもしつけは良くないって言ってさ、しかも
気ぃつけいいじゃいやん楽しいね僕はいやそれいやそこは私もで私ねいいです。原了解以前の4はね、僕は吉本さんの考えの中で一番ここ違うんじゃないかなと思ってるのは、まずちょっと最初にねここ言われたように一個人の赤ちゃんの発達段階が文明史と対応付けできるよっていう考え方が基本にあって、それちょっと心的現象論序説で最初にちょっと言いますね。それフロイトの考えですけれども、分かりやすくするために単純化を何ページですか？ごめんなさい。これ35ページですかね。私も時間最近見ない。31ページ。分かりやすくするために単純化を恐れなければ、フロイドは人間が生物体として体外に、括弧してつまり外界に出るまでの10ヶ月余の間に原生動物から最も高度な、哺乳動物に、至る系統的な全進化の過程を素早く通ると考えた。これは三木茂雄の後の考え方に出るんですけども、次にですね、体外に出た乳幼児から青春期に至る過程で人類史が始まって以来、人間が体験した生物体と精神体との全過程を通ると考えた。これはフロイトの考え方を聞いてきてて、それで吉本さんは、この考え方を踏まえて、乳児期は、おそらく、原始未開と対応づけて、それで、幼児期は前古代と対応づけてると思うんですね。それで、児童期を、どう考えるかっていうことが吉本さんがここ書いてるところなんですけれども、吉本さんはここで2つのことを言い出して、一つはその今のフロイトの考え方に必ずしも準拠しないよっていうことを言い出した。ここでね。それはなぜかというと、この現了解以前のところで、この児童期っていうのはよく考えるべきで、よく考えるべきだというのは、419ページのさっきのところで、最初から6行目ですけれども、児童期が奇妙なのはその時期が僕学校制度と必ずしも結びようと思わないけど、学校制度そうでなければ知識技術の学習と結びつけられ、それがエディプス的な性の発現期と二重になっていることだ。どの発達心理学の研究者もこの時期を技術と知識を学習する時期、もっと言えばエディプス的な性の発言力を抑制しても禁欲的な技術知識規律を学習する時期という認識では一致している。だが本当にこの時期に性的な発言力を規範により抑圧し禁欲的な学習に向かう時期なのかどうか解明しようとはしていない。第一に学習という範疇は厳密に言えば心身のいずれの発達段階にも入ってこない。ただ学校制度学習の慣習がすでに存在したために児童期という区分が設けられたのか、あるいは、狩猟民の時代から人間はってこう書くね。この狩猟民ってのは何かというと原始未開なんですよ。で吉本さんはこれフロイトの考えにも、立ってないということですね。もし、フロイトのさっき言った、心的現象論序説に踏まえてフロイトの考えから持ってくるんだったら、あるいは、古代の時代からって僕は何と思う。人間はこの時期になると両親とか共同体が幼児期になった子供を獲物を捕らえるために連れていくという習性があり、それが制度化したものかどうか、また全く技術知識規律の学習をこの幼年期の後半から後に振り当てることは身体生理としても心的な段階としても根拠がないものかどうか、したがって教育制度と込みに振り当てられたという意味しかないものか、私たちはこれらの発達心理の研究者を超えてもっと根底から解明していかなければならないと思えるっていうふうに書いてるんですけれども、児童期っていうのは2つの、位置づけみたいなことが考えられるよって言ってるんですが、それは、もしフロイトを、ね、前提に考えるんだったら、古代のつまり共同幻想が個人幻想に対して抑圧的に起きてくるっていうね、それが、児童期
じゃないかなと思うんですというのはね、もう一つですよね、山本さん。もう一つですよというのは、山本さん多分学校制度の問題から展開されるんだと思うんですが、その学校制度の問題という制度のことで言おうというよりも、共同幻想が個人幻想に対して抑圧的に、なってくるっていう児童期っていうのは、臨床心理でいうといじめっていうのは幼児期には起きないんですね。喧嘩はしてもね、幼児は。いじめっていうのは、児童期から起きてくる。それでそのいじめ集団がいじめをいじめるっていうのはいじめ集団の共同幻想で、いじめっ子をターゲットにして、徹底的に一つの共同幻想の中で、お前はダメだって制裁加えるか、あるいは共同幻想の外に出していじめるかっていうのは、それは古代とね、僕はそのよく対応付けできるんじゃないかなって思うんですけど。全く学校制度という近代制度を生み出したものでしかないんですよ、こんなの。そうですか。本当に。で、今言ったけど、だってピアジェの発達段階は逆ですよ。だから、要するに、ね、子供がこういう絵を描いたときに、こういう絵を描くわけで、ね、山に木が生えてる。で、これが、今度どうなるかっていうと、水平面に垂直に立ってるってことで、こう描き始めるんです。ね。これで家がこう立つんですよ。そうすると落っこっちゃってね、ここに突き破つけたりする。で、それで要するにどうなるかっていうと、今度は単純ですよ。この中に木があるんです。これが発達段階。それで、ただ、そこもね、ピアジェの発達段階は、さっき、山本さんが言われたことで言うとね、自己表出、指示表出っていう生命表出の、ところから出てきた発達段階で、それで今ここで文明史に、対応づけるっていうところで言うと、そこに、直接対応づける発達史っていうと、エリクソンの発達段階っていうのは関係論の方から、対応づけることができると思うんですけれども、ピアジェの部分はその共同幻想と対幻想と、個人幻想の関係性のところからじゃなくて、自己表出、指示表出なんですね。それの発達段階っていうことで。いやもうとにかく科学認識です。科学認識の発達段階。だからこれユークリッド幾何学です。これは要するにデカルト幾何学です。これ位相学です。だから科学認識は子どもの発達過程と逆過程をたどるっていうのがピアジェの成果です。これはもう科学的に大発見です。だから数学的な問題だとか科学の最先端の問題はどんどん遡ればそこに最先端性があると。これはもう実証的に明らかにされる。だからピアジェの発達認識論というのは僕は生命史過程と歴史過程というのをちゃんと抑えてます。これこんな粗雑な吉島さんのこんな粗雑な抑え方できない。でそれからワロンはそれに対して今度有物論的に徹底的にそれを批判していく、でもワロンは途中で死んじゃいますけどね。ワロンはどっちかというと、関係論でしょ。関係論というか、むしろ僕の言い方で言葉ですよね、言葉の重視性、で彼はピアジェはもう認識論的ですから。そう認識論。それはだから認識論っていうのは了解論で、ワロンは関係論で、そこはこれで言うとね、軸が違うんじゃないかなと思うんですよ。もう全然違う。ピアジェの軸とワロンの軸は。だからこっち行くのは何とおっしゃいました？科学的。いや科学の発達は逆をたどっていくってことで、幼児の発達。だから幼児のプロセスが歴史的なプロセスではないということです。そうするとね、今の点に即すると、じゃあ吉本さんのこれ述べている98原料が以前4のところの議論というと、これ逆した議論になりますよね。つまり今の議論をもう一回言うと、山本さんのそのピアジェを出して議論と歴史との関係は大関係ではないっていう言い方をしたと思う、それよろしいんですよね。とすると
この98の原料界以前の4の冒頭の部分では、まあ、冒頭の部分だけじゃないんですけど、それに即すると歴史と理論っていうのは対応してるっていうのが一応吉本心的現象論の基本的な考え方ですけど、それは問題だっていうことですよね。だからそれを今僕幻想論、共同幻想論をね、あそこのところからこう要するに徹底的に、つまり吉本理論を否定するんじゃなくて、もっと適応してやっていかなきゃいけないっていう発想なの。そうするとこの原料界以前のこの4のこんな議論の仕方じゃ全然吉本さんじゃないよっていう言い方になっちゃう。そうですね。むしろ吉本自身の理論を裏切ってる。そう、吉本さん自身が自分でですよね。ぐちゃぐちゃにしてぐちゃぐちゃっていうのはこれはひどい。三木茂雄に関しては僕はすごい妥当だと思いますけどね。というのは吉本さんのやっぱりね社会科学的批判認識は脆弱なんですよ。この世の中のおかしさの認識が思想的に肯定しようと思って一生懸命頑張ってるじゃない。でも晩年はもうダメだダメだと言ってましたけどね。あんまり肯定的じゃなくなってた。もうやっぱりダメだろう。やっぱりもっと批判徹底しなきゃいけなかったっていう話をしてた。サブカルチャーとかテレビに対してもまだ晩年はもうダメだって言ってたし、なんかあ、そう。だってそうだもん。原発なんて間違いだもんな。こんな当たり前のことじゃない、こんなのは。誰が考えたってわからない話。僕はいまだに学校する吉本氏の方のいいと思っててダメだと思ってない。だって教育制度、学校制度って本当にめちゃくちゃなんだ。いや、なんともじゃないですよ、こんな。今僕のことを言ってるのが学校崩壊救済ボランティアに動き始めるけどさ、制度の仕組みの意味が分かってなければ子どもの発達の意味が分かってない、そんな教師たちがもう上手さがいって子どもたちをぐっちゃぐちゃにしちゃってるんだから。でそれも学校制度ってもう作り出したあれだよ。だから今の企業人と同じですよ。だからもうこの制度の持つ弊害性っていうのはもうこれはもう全く歴史残地的なもの。こんなもの一日でも早くぶっ壊すみたいな。やっぱ学校から資本を基礎としていくみたいな感じになってる。いや、学校側がやってることは社会するという、僕の言い方だと社会するということの心的状態化を作り出してる。それによってなんか資本がどんどん見えなくさせられてしまう人間になってしまう。資本だけじゃなくてもう経済することが人間の在り方まで。だって相手の顔も見えてないもん。面と向かったって相手の顔を理解できてない。そこまでいっちゃう。山本さんの発想はさ、すごい魅力的なわけと思ってるの。でもそれを聞いてさ、あ、そうだよねと思いつつ、それでどうやって生きていくのよと思うわけ。あまりにもだってさ、商品もクソも全部なしってさ。いや、商品もクソもなしじゃなくて、商品を運営してるあり方が間違ってるって。だからそうさっきのってあそうだよねと思ったらいいよねとは思うけど、だけどそれでどうやっていくのよ。いや、今日本はだよ、例えば明日要するに環境自動車作れるんだよ。作らないんだ。明日から全部電気自動車できませんよ。それはさせないのは何かというと制度的規制でしょ。明日から排出ゼロにできんだよ、日本って。できないんじゃないんだよ。だからそれをパッと切り替えてさ、作ることで買うやつがいない、買える金がないとかさ。買うも買わないとそんなこと言うもの全然もっと安くできますよ。それでだからさ、みんなにだって何にも入れる必要ないんで、電池だけ入れればいいんだよ。何にもいらないの。要するに床と上だけある。それから人を殺さない車だと明日から作れます。やらないんだ。
で今のね日本が持ってる僕が持ってる技術的なベーシックなものっていうのはほとんど不可能なことない生活を強化する良き生活を作る上でだからそれとお金が回ってさ物が生産されてね作って今までのシステムあるでしょ。だからそれがもう儲けが出なくなってるだからでもパナソニックの赤字6000億円だよだからさ何やってんのこんなの経済じゃないじゃないこんなのそれで会社潰れないんだよなんで資本が動いてるわけですよ商品関係は完全に破綻したの資本が動いてるから潰れないじゃあその資本に基づいてきちんとしたことを作ればいいなのにまた商品を作るこういうバカなことやって一番あれなんだよ、アソシエの中でさ、わかんないけど魅力的だとは思ってるんですよ。でもわかんない。できることをしない先ほどのポール・ラビナの話なんですけど、ラビナはフーコーの人間のなんか解体みたいな論理と遺伝子を重ね合わせてるんですか？遺伝子を重ね遺伝子に。いやそうじゃなくて人間の尊厳だとかなんていうのものを、単純に言えば大切にする大事にするっていうようなことをきちんとそのゲノムの問題でもちゃんと考えてやらなきゃいけないと。特にフーコーと関係づけてるわけではない。全然そうですか。PCR っていうのは密書簿から翻訳されてます。はい。じゃあさ、どうするわけでさ、何？それ電気自動はできますよって技術はありますよ、材料もありますよ、みんなあります、でも誰もやらないでしょ。やらない。なぜならばやったところで、要するにもともとの商品生産的な動きが出てこないし誰も買ってくれないじゃあ買う金がなかったりでさ、つまり今までのあれとつながらないからでしょ。金あるの？だからつながらないから動き出せないわけでしょ。ましく動き出す全然そんなレベルじゃない。金もある。作れ。自分たちの要するに労働生産現場がなくなるからやらないだろう。今までの既存秩序が守れないからやらないだろう。そこへの要するに無知と恐怖。もっと儲かるのにやらない。じゃあ僕がさよしやってやろうと思ってさ何もないでしょ。でどっからその電池買ってきてさなんかどっかから貼ってきてちょこっと20万ぐらいでできるかもしれないっていうような次元に全部落ちちゃった。つまりその資本は資本としてこれが要するに資本主義社会の根底なんですけどね、これが要するに大手企業にしか降りない仕組みになっちゃったんですよ。でもねこれね法律変えればできない。これ自民党がやるのか誰かどこがやるのか知らないけどね、やった瞬間にバッていく。どういうふうに変えるわけ？どこにでも資本がいけるってことその代わりいわゆるそこでいわゆる商品的争奪戦だとかね、だからそれが起きるだろうっていうことのあれでそれを抑えてるだけでしょうね。だけど今大手企業がその気になればできるんです。もっとはっきりけど国家予算なんか比じゃないよ。世界で動いてる資本なんかそのね、私ね、山本さんが言ってることはね、その部分で、ごめんなさいね、分かるような気もするんだけど、もうちょっと山本さんね、言い方をね、分かりやすく言ってくれるとね、例えばこれ当たってるかどうか分かんないけど、山本さんのその基本的な考え方に、今、企業が争ってるような商品みたいなものは全部無料化になるんだろう。そんなものは価値なんかなくなるんだ。その後に経済ってどうなんだっていう、そういう部分でいいですよね。そう。
それが贈与経済っていうことでもあるんだけど、もうその、日常のことなんてもう全部無料で何でも済む中で経済ってどう作っていくんだみたいなことを言われてるんだけど、そこが山本さんの話がなかなかこうやっぱりね普通の人にはなかなか入っていけないっていう、ちょっといいですかね。99の原料から5人を覚えたいんですけど、でこれもね、ちょっと確認です。フロートとの関係ですけど、427ページの上段のところです。それの第2パラグラフ読んで、これも確認です。で私たちがさっき述べたところが因果の循環に出会うとすれば別の言い方になる。乳児期の全体にわたる長期間、2年間少なくとも完全に、また乳児期においても実際上は完全に母親の哺乳と保育が、必要な時期が存在するために、社会の現在性の水準にある母親の高度で複雑な身体世界の働きと、動きと活動をそっくり転写される高度に身的な時期を人の乳幼児は持つようになる。といったことなんです。で、この議論ですけど、これは別の角度から見れば、フロイトの精神分析学のある種の徹底化とも読めると思うんですが、ある種の徹底化というのは、ここに述べているその転写の表現ですけども、人の乳幼児というのは母親の身体の働きと活動というのを転写されるんだけども、その場合2年間にわたる乳幼児の期間があるために、社会の現在性の水準にある母親の身的な現象の在り方というものを完全に転写される。で、この議論は少し文脈を変えれば、フロートの精神分析学における乳幼児の身的世界の形成のいわば有物論的な徹底化と思えるんですけど、そういう箇所はできませんか？僕はただ文明の発達段階で母親が発達していく、それが転写されるっていう、それ以外のことは言ってないと思いますけどね。じゃあフロートの大一を一旦それは括弧に入れます。フロート精神分析学に言及したことに関しては。そしては別の質問ですけど、こういうふうにその乳幼児が即転写されると、しかもそれはこうですよね、社会の現在性にある母親の身体現象のあり方が2年間の乳幼児の保育期間によってその乳幼児に転写されるということで二重性になってますよね。社会の現在性という用語と、その中における母親の身体現象のあり方ですよね。これが二重になって、より正確に言うと、社会の現在性が母親の身体現象を媒介にして乳幼児の身的現象に移されるということですよね。そうするとこの二重性が大事ですよね。社会の現在性と母親っていうこの二重性ですよね。だからそこは要するにいわゆる歴史批判、社会批判のポイントになると思います。とすると、もう一つ確認です。とすれば当然のことながら社会の現在性が変化すれば、当然乳幼児の身的現象が変化するんですよね。ということですよね。変化する領域があるってことですよね。とするともう一つ確認。そうすると社会の現在性というのは、これはこの水準では共同幻想と言ってよろしいですよね。言い過ぎですか？それがね、共同幻想と社会との関係性の問題なんですけどね。だから僕の言い方だと、今のところ商品の共同幻想というものはあり得るだろうと。でそれが社会というその規範的世界を要するに規制しているものだっていうふうには見ますけども、社会がね共同幻想化してるっていうのにちょっと見えないんですよね。それは言い過ぎということですね。解釈としてはいいです。ちょっと自殺してると。いや、というのはね、社会はもっとね、なんかもっと巧妙なんですよ。だから僕の言い方だと、今のところ商品の共同幻想というものはあり得るだろうと。でそれが社会というその規範的世界を
商品関係ってそんなにね巧妙じゃないっていうのか、マルクスがなった価値形式段階、価値形態段階ね、価値形態の関係性、あれ以上のことを商品はしてると思えないのね。でも社会っていうものはね、もっとねネチネチしたことをいろいろやるんだよね。別な言い方をすると400年の社会契約論の歴史過程、それ自体のあらゆる要素をね社会って持ち込んでいくんですよ。だから今僕はもう頭ごなしに社会はもう全てネガティブだっていう前提にしながらその要素をいろいろあちゃこちゃじくりましたんだけど、単純化しちゃう。だから母親のこれ僕らの可能性だったんじゃなくて、母親がそれだけの不能性の制度的不能性をねそのまま子供にこう投射しちゃってるっていう感じを受けますよね。だからアインシュタイン的な天才を育てるっていうのをやってるんじゃなくてね、アインシュタイン的なアインシュタインじゃなくてそれ天才的なものをやったことによって賃金が上がるとか、この名誉が上がるとか、母親の満足が満たされるとか、なんかそういうようなレベルのことしかやってないんですよ。本当の能力育成をやってるわけじゃないっていうようなことが転写されていっちゃう。社会がもっとすごいというのはそれだけ、システム化しているということですか。システム化してるし、一応システムにはなってシステムになって動いてるというふうには思います。いやそういう転写も全部含めて。いや成果と反対のことを生み出してるのに反対のことが見えなくなってくるようなところまで生み出すっていうやり方です。だから医者なんか病気なんか一切治してないのに病気を治してるというふうに見えるようなところとして採用している。ということは医者から被害を被ることよりも医者から利益を被ることの方がウェーバー的に言うとまだ比重が大きいかもしれない。でも現実的臨床的な技術レベルでいうとそれはもう全く反転現象が起きている。だけど社会的になんか病院に行けば おじいさんおばあさんは安心してるとかね、なんかそういうようななんか家族も安心してるとか、なんかそういうようなところの利害関係で持ってる。それをそこまで社会というものが、作り出して社会を動かしているという。だから新幹線で東京や京都や大阪へ日帰りで出張ができるっていう利便性の方がそこで被る身体的疲労よりも優越性を持ってる。でも歴史的にはそこでの培われた速度の疲弊状態はどんどん蓄積される。ボルトが起こったなんてそんな単純な話じゃないと。心身に相当な疲弊状態を蓄積している。僕が今一番現象的に面白いと思ってるのはともかく自分が着物着て分かったんですけど、日本人が誰も着物着てないっていう要素ね。これだって文化の本質を全部喪失したってこと。着物の方が心地いいところのところだって文化ですよ。日本が作られる人は歴史的にそれを全部捨てたんだよね。でだから捨ててもさ、いやそこで被ってる心的な変化って凄まじいもんだよね。それは全く気づかれていないじゃないですか。神社とかなんかな、まだちょっと分かったけど。いやまだそこは今は僕ただ気づいただけで少しずつ見つけていきますけどね。今日来てこないですか。来てこないよ。
ってそういう場じゃないっていうのを設定したい。それは居心地の差とか着心地とかさ、そういう問題じゃないってこと？俺なんか着てきてまあ3名だけど、もう俺はダメなんだ。もう帯がない、もう帯がないってだけで帯がないんで丹田が締まらない。しまらない。これはちょっとダメなんだけど、こっちの方があったかいんですよ、なんかジャンパーよりも。あれはもう洋服着物じゃなくて洋服の変形でしか奥にもついてないし、もう帯なんですよ。決定的な帯。っていうようなこととかいろいろあるんだよ。それをもたらしてる変容ってすごいですよ。でそれでね、ただね、日本語の言語形態が実語言語形態だっていうこれに構造的変化は起きてない。これだけが唯一救いだよね。だからそこのところをちゃんと踏まえながら技術的なところを少しずつ取り戻していくことで、いや、わかりませんね。企業の状態みたいな。ちょっと先ほどのお尋ねしていい？一応先にちょっと聞いちゃう。さっき統合失調症の話をしたときに、いや要するに、幼児期の母親が乳児期です乳児期か、についてすごくいろいろ恐怖を感じてたりね、不安を感じて、でそれが転写されて、でそれは多分その胎児期までね転写されていくかもしれないとっていうことはつまりそういうあれは分かるんですよ。でそうだろうね。でもただそれをもってさ、そこが統合失調症の根本的原因だとかね言うっていうのは、それは多分エディスコンプレックスのその三角形があった時に主体ができるんだよっていうぐらいにさ、漠然とした話であって、そうは別に否定もしないけど、それによってそうだって言ったところで何か意味があるのっていう話に聞こえるんだけど、そこは一つはね、今精神科医はそういう言い方しませんよね。つまり母親の、関係性が、統合失調症分裂病に影響してるって言い方はしないっていうのは、一つは、それは母親の責任みたいになっていくから、今言わないっていうのがまず一つあって、それから議論がね、でも吉本さんの議論ってすごく面白くてっていうか、統合失調症っていうのは、共同幻想が、その病気の中で個人幻想をね、迫害するっていう形で出てくるっていうのが関係論から言えることで、それは、母親がそこのところでそういう迫害してたらやっぱりそういう影響って出るだろうっていうのが一つのベースと、それから、医学でいう統合失調症っていうのはもう一つの面があって、それは了解論の方に入るんですけども、体壁と、これから内臓って話になるんですが、外で見てるものが幻覚になるっていうのは体壁が壊れるんですね。体壁って体の壁、それ聞こえないものが聞こえるとか見えないものが見えるっていうそういう病理がなる。それから、さっき言った迫害妄想みたいなのが起きてくる。でそっちは了解論の話なんですけど、医学で言うのはそっちを言うんですね。統合失調症っていうのはこういう幻聴とか幻覚があったり迫害妄想があるっていう言い方をするんですが、吉本さんは、それは了解論で言うし、関係論ではやっぱり、そういう母親の関係が大きいっていう言い方をすると思うんですよ。それで両方とも真実だと思います。でそれは確かにそうだろうね。だからそれはなんとか壁がね、問題、それが了解論の方だっていう、それはそうなんでしょうと言えるけれど、それはなんかあまりにもそのバクとした話でありますね。つまりだから、現実的にはさ、医学的には要するにそんな原因なんかあんまりもうやめて、もちろんだから心理的な対応もとてもするんけれど、薬物とかなんかでさ
興奮状態を抑えたりなんかしてますよね。でその間にさまざまな心理的な部分ももちろんその対応して、やるんだろうけれど、ただそういう意味でね、そのさっきのその母親のが転写してるとか言わなくてもその辺の問題も加味しながら治療に当たってんのかもしれないけれど、そこのことで言うとね、母親のせいだみたいなことで問題を起こすことはあんまりないっていうか、それを大きな影響を与えてるだろうっていうことは一つ言えたとしても、今そこで言うのはだから統合失調症の人の関係から言うと、世界と世界は自分にとって安心な場だっていうことをね、関係論的には、統合失調症の人の治療でやります。だからそれは、北海道にペテルの家ってあるんですが、そこは、統合失調症の人が集まってその共同体が安心だっていうことで過ごすっていうのは、関係論から言った統合失調症の、人が安心して暮らせるっていうあれだし、それから精神科医がやってるドーパミンがバーッと出てきてる、それを抑えるっていうのは体壁元素と体壁とそれから内臓の心の中の了解の、動きを、薬によって確かにそれは効果あるって言われてるっていう、こんなことをでも本当に両側から言える人って吉本理論以外に誰も言ってないと思いますよ。僕はそう思う。だからそのが私のすごい吉本に対する関心っていうか、どっちかを言うか、なんかそんな感じ。なるほどね。よろしいでしょうか。ですね、これの確認ですけど、原料化以前の5のですね、427ページ、上段の問いに関して、それと回答との関係ですけど、ちょっと読みますね。427ページの上段の一番最後のところです。なぜ人は他の霊長類に比べて長期の乳幼児期を持つような個体発生の仕方を獲得したのか。言い換えれば遅い成長速度と長期の成長時間を持つようになったのか。この問いですが、回答は下の段で、最初のパラグラフ、生物の種としての人の遺伝子の問題に移されることになるということで、最初の問いに対して回答はこの問題は生物学なしは遺伝子学の問題だというふうに述べて、実際の回答内容に関しては与えてないと。というのはこのグールドのこの引用が答えではないんですかね。ただの答えになってないと思うんですけど、それはなぜ答えになってないかというと、429ページの一番最後の花壇の後ろから4行目読みますけど、ポートマンの精神発生的な進化観では、この相談は精神面の発達が必要とする一機能なければならない。人は学習する動物として暗くて挑発的でない子宮を出て柔軟な肺として視覚的、嗅覚的、聴覚的、触覚的な刺激に富んだ子宮外の環境に触れる機会を得る必要があるのであるとポートマンは論じていると述べているわけですけど、これはトートロジーでトートロジーっていうのは精神面の発達が必要とする機能であると言ってるわけだけど、精神面の発達が必要とするのはなぜかということに関する回答がないと、これに立つ回答がないので、したがって正しいこの回答は、正しい回答っていうのは、生物学、この問題に関しては、この問題というのは先ほど言ったなぜ人は他の霊長類に比べて遅い成長速度と長期の成長時間を持つようになったのかという問いに対する回答は、生物の種としての生物学なし遺伝子学のこれを取り扱う課題だと。したがって正しくは回答できないというのは、この問題に対する回答なんじゃないでしょうか。ある意味ではミキの発達段階がそれへの回答手がかりになるっていうことぐらいそうだね。一ですかね。それでミキに重岡に関しては丁寧に議論すると思うんですが、
この問題どうかっていう問題はですね、同じ問題なんですけど、つまり先ほどの問いに対する回答は生物学ないし遺伝子学の問題であるっていうことは、別の言い方でできるというのは438ページのここの上段の文脈に即して一応ですね、検討事例を出してみたい。ちょっと読みますね。はい。人の、声は喉仏、すなわちこれ咽頭孔ですかに発した音源が口腔、鼻孔で微妙に使用されて生まれる。喉仏の咽頭筋もこの声を言葉に直す咽頭から口腔にかけての複雑な筋も、これ何ですかこれちょっと言いませんが、エラの筋肉が変化したものです。言い換えれば言葉は魚のエラ呼吸の筋肉が発達して5億年の間にできたもので、内臓系の表情が音声になったものとみられると書いてるんですけど、ですね、ここだけで一つの事例を出して検討してもらいたいんですけど、一つの事例をします。人類の進化という問題でいうと、ネアンデルター人と新生人類とはどこが違うかということですね。で、一応1点だけに限定した方がいいと思うんですけど、この議論に即して1点だけで言うと、ネアンデルター人と新生人類の身体構造の違いが言語に関するところであるんですね。それはどういうことかというと、新生人類の場合、ここの口腔の下の方がですね、少しくぼんでいてですね、で咽頭が少し下なんですね。ところがネアンデルタ人のここは口腔の下の部分がですね、鼻孔の下の部分が平たくでですね、そういう身体上の特徴があるんです。したがってどこが違うかというと、ネアンデルタ人は母音が発生できないんです。子音だけなんですよ。ところが新生人類は母音も発生できない。つまりこの身体構造の違いでネアンデルタ人と新生人の違いがあるんですね。子音が発生できるか、ごめんなさい、母音が発生できるかできないからです。そうすると、ここの今読んだ議論ではね、非常にその概念の取り扱い領域が広すぎて、もう少し精度をですね、高めた方がいいと思うんですよ。だからネアンデルタール人と新人というのは同時にいたんで、段階なんですか？なんか段階です。別々の種で絶滅したっていう段階です。人類。段階なんです。そうです。人類学上はそうです。そして身体機能上の則が違うために、則っていうのは今言った身体構造上の鼻孔の下の後顎の底の位置と咽頭の位置、心臓が低いんですね。その違いによって母音が発生できないからの違いなんです。これね、人類学上の違いです。そうするとこの差の問題は考えない。つまり人類が考える。それとネアンデルタ人じゃない。我々は母音が発生できる。とすると、ここの概念の水準ではあまり大きすぎて、もう少し精度を上げなきゃなんないの。5億年です。この動物の鳴き声でもそういうふうに言えるっていう魚の。もちろん言うんだけど、一応人類学の問題に言わないといけないから、人間の問題だから、人の声の問題だから。さっきの惑星みたい。これ新しいやつ。いや、新しいやつ向こうの方が優秀だよ。つまりね、問題は人類と人という場合、新生人類という以上は当然ネアンデルタ人とのいわばそこの違いっていうのがあるわけだから。これは決定的な違いで、そのせいでネアンデルタ人は無理なんですか？いや、そういう因果関係は言いません。ただ身体構造上の違いがそうだっために言語を持ち思考できないんですよ。複雑なことはね。したがってより適切に言うと、ネアンデルタ人は猿と同じで情動語が発生できるんですよ。バッとかね。それはできる。それは猿も身体の構造上でいうとネアンデルタ人と同じなんです。声の発声に関しては母音できないんですよ。子音なんです。そこまで同じ。したがって猿の場合は情動表現ができるんです。と同じようにですよ。当然ネアンデルタ人にできる。しかし母音を媒介にした言語表現はできないんです。そういう問題です。それは言語を持たないっていう
あの人は別なんじゃ言語ない。を持たないっていう無言語概念はどう考えるけど持りますけどね。母音が出ないと、要するに言語を持てないと持ってるか持ってないかってすごく大きな違いだと思うけどさ、母音が発生できるかどうかはそれをほどじゃだって日本人って R とかなんかできないとかさ、いろいろあるんだからね。吉本さんの論だと母音って内臓を関係づけていっちゃうんですよ。で死因はそれこそ口先で、ここには書いてないけどボケ論とかだとやっぱ内臓感覚みたいなのと母音関係づけているような気がするんですけど、そういうなんか回路があるといやそれはあるかもしれないけど、まあ一応ここでね、ここで人の声ということになってる思います。から、でもただ言語との関係人になってる。の構造によってだけのことなんですよね、これはね。たまたま喉の構造が詰まったみたいな。でも魚のエラ呼吸からそうか音声が違うんですよ。そうかって感じでしかないです。へえって感じ。そういうんだよ、山本さん。いいね、それ。あ、そうか。でだしここでね、ここで魚が声出るのかな。ここでね、言葉は魚のエラ呼吸の筋熱が発達して5億年ができたもので、内臓器の表情が音声になったものだと言われてるわけだから、ここは言葉の規定をしてるんですよ。知ってます。言葉っていうのは音声のね、だから自己表するんで、おって言ったっていう。いやまあまあで、私はなぜその音声の規定だね。いや言葉を規定してるわけ。言葉とは何だ。内臓系だから自己表出系だから。ボケ論ではもっとその母音とその死因の違いについてかなりなんか言ってて、やっぱ内臓に確かに母音を関連づけてたような気がしたんだけども、私はそこははっきり覚えてないので、これすごい人しか言えませんが、それで木端さん、それでだから。いやここは三木茂雄の議論を出してるわけだから。もうちょっとそうして人類学的な視点で私がね知り得た非常にわずかな知識だけども視点で導入して人類学的に考えた場合にイネアンダータル人といういわば旧人と親戚な力は違うというと述べて、それは遺伝子的に当然違うわけですし、遺伝子学的にね生物学的に違うわけですよ、人類学的に。そういったようないわば問題の導入形でないとちょっとずれちゃうかもしれないですね。身長の対談2回目か3回目の中澤との対談で、中澤がやたらにネアンデルタル人とクロマニョンの違いを出していくのに、吉本さんだから心っていうのはだからそれは中澤の場合確か脳の構造だったと思うんですけど、吉本さんは全部内臓心内臓だって話で全部切り替えしちゃってるようなのがあって、なんかちょっとそれを思い出したんですけどね、まあちょっと関係ないかもしれないですけど。今度は先ほどちょっと付け加えておくと今固体的にその文明史的な段階を規制を受けるって言ったけど来妃はそこを固体的ではなくてある種の文化の段階として規定しちゃうわけね。そういう議論も踏まえてちょっと次もうちょっと三木さんを丁寧にやってみましょうか。できればやってほしいですね。ちょっと三木茂雄と吉本さんみたいなところを、それ今度10日でしたっけ？日にちは1月1月の10日ですね。あ、そうですね、10日ですね。ここね。ここです。ここにありますから。でちょっと三木茂雄と吉本って感じで、もうちょっと広く。ああ、よかった。私は助かります。とてもないです。それと9までですね、今日は。今日は99までで。ありがとうございます。ちょっと来るんで。はい、ぜひやってほしいです。それでまた24もやるんですか？そう。いや、そうだよ。まあ律儀なことで。いや、それに言わないでください。強制で。仕事です。仕事ですから。いや、三木さんぜひやってほしいんですね。
ったけん6あたりこういうこうだけのね幅と広さを持ってそうってるのねすごいと思いますよ大したもん本当に世界にこんな人本当にいないっていうそれはもう山本さんみたいにわちわちわからないけど世界の比較するのできないけどですよねこんな人っていないと思うな。でも本当これね英訳されたら世界ぶっ飛んでるから日本にすげえのがいたっつってさ誰か頑張って思って英訳しなきゃ山本さんの発想みたいなのもすげえと思うんだけどさ、辛目の前にいてもさ、どうも通じないんだよ。歴史が証明するなるほど。もう時間ですよそうですね。ありがちょうど時間ですね。こんな感じなのも一応やるのかって感じだけどやりましょうやりましょう。じゃあいいですか。先生ありがとうございましたどうも。ありがとうございました。このでもこのやり方ってすごく日本ってこといや日本店舗もっと押してそういうかもしれない。入ってきますよね今までの通り過ぎてた